皆さんはハゲワシと聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか？あまりいいイメージを持っていない人が多いのではないかと思います。ハゲワシとはタカ科の鳥類のうち死肉を餌とする種のことの総称です。ハゲワシは死んだ動物を常食としていて、怪我や病気の動物を殺して食料にしています。また、死に近い動物を感じ取る力があり、獲物を狙います。ハゲワシは科学的にも並外れた能力を持っています。ハゲワシの胃液はボツリヌス毒素や炭疽菌、トンコレラ菌といった致命的な数々の菌を消化できます。また、ハゲワシは命に及ぶ危険が生じた場合は食べ物を吐き出します。そこで今回はそんなちょっと不気味なハゲワシの群れに囲まれていた一匹の犬の話をお伝えします。なぜ犬はハゲワシの群れに囲まれてしまったのでしょうか？ハゲワシたちに囲まれ悲しい表情をしていた犬は獲物とされてしまうのでしょうか？アメリカノースカロライナ州グリーンズボロにある民家の裏庭の上空をハゲワシの集団が飛んでいました。しかし、ハゲワシが伝えようとしているメッセージは誰も気づきませんでした。ある住民は興味本位からハゲワシがなぜ付近をさまよっているのか確かめに行くことにしました。すると、ハゲワシはある住人の裏庭に飛び降りて子犬を囲っていました。その子犬はかわいそうに動くことすらできませんでした。犬小屋につながれたまま放置されていたのです。この子犬は生後8ヶ月のピットブル犬のディロという名前の犬だということがわかりました。隣人の話によると、ディロは幼い頃から鎖でつながれていて、飼い主が適切な世話をしてはいなかったようです。愛情を注がれず、家の中にも入ったことがなかったというディロ。それから1週間にわたり、ハゲワシの集団はディロを囲っていました。ディロは生きることを諦めてしまったかのような悲しげな表情をしていました。ディロは木につながれ、寒さから身を守るためにプラスチックの小屋が与えられていただけでした。そんな状況を見るに見かねて、隣人は動物保護団体に連絡をし、寒さの中リロが木につながれ、ハゲワシがリロを囲んでいると伝えました。リロはまるで死を望んでいるようだったと言います。リロがチェーンでつながれているため、ハゲワシは難なくリロの近くに行くことができたのです。ハゲワシはリロの死を待っていたのです。隣人はリロの命が助かることを願っていました。しばらくして通報を受けた動物保護団体の職員が駆けつけました。職員たちは目の前にある光景に驚きを隠せませんでした。ハゲワシの集団がリロを完全に囲っています。さらに小屋の上にもハゲワシがいます。小屋はリロの身を守れる唯一の場所でした。小動物などを食べるハゲワシの習性から、今回のように犬を標的とすること自体が珍しいそうです。動物保護団体は、さまよっているハゲワシを追い払い、リロを救出しました。栄養状態が非常に悪かったリロを施設に連れて帰り、健康を回復するための道のりをスタートさせました。この時、職員は後に飼い主がリロを迎えに来れるようにするために、飼い主宛てにリロを連れて行った理由を報告する手紙を残してきました。ところが、リロが施設で過ごし始めて数日後、驚くべきことが起きました。それは、リロを迎えに行きたいという飼い主からの連絡があったのです。さらに、リロに適切なケアと愛情を与えると約束したそうです。職員たちは飼い主のことを信じていいのかと迷っていましたが、その後数週間経っても飼い主はリロを迎えに来ることはありませんでした。ところが、リロがいた保護施設はピットブルを受け入れない施設だったため、
飼い主が迎えに来る期間までは施設で保管されますが、期間を過ぎても飼い主が現れない場合は、安楽死させられる可能性があります。リロの飼い主が迎えに来る兆しを見せない中、リロは行き場がありませんでした。しかし、幸運なことに、リロが救助・保護されてから2週間後、ピットブルの保護団体がリロを引き取ってくれることになり、しばらくしてリロは新しい家族を手にすることができました。里親募集を始めてすぐに、キーナ・リンチさんと恋人のトラビス・ヘンリーさんが新しい家族としてリロを迎えに来ました。リロは低体重だったり、皮膚病にかかっていたりなど、健康状態は完璧とは言えませんでした。しかし、それ以外で体に深刻な問題はなかったこともあり、新しい飼い主さんたちの愛情のこもったお世話で、徐々に元気になっていきました。これまでほとんど愛情を与えられずに育ってきたはずのリロは、抱っこされるのが一番大好きだと判明しました。人間嫌いになっていなかったのはいいことですが、ずっと外にいたせいで、最初は家の中で暮らすことや、おもちゃの目的などを理解できない様子だったと、キーナさんは話します。さらにリロについて、こう続けました。辛い経験をしてきたのに、出会う人みんなのことが好きなの。赤ちゃん抱っこをされるのが好きで、いつも人のそばにいたがるのよ。どうやら心のリハビリには時間がかからなかったようです。過去のトラウマの影響なのでしょうか。リロは一人ぼっちになることが苦手でした。しかしそんな彼女のそばには、いつも先住犬のジェマがそばにいてくれます。飼い主さんたちが外出していても、ジェマが一緒なら安心できます。実は、ジェマはただのペットではないのです。ジェマはセラピードッグとして活躍中であり、リロもジェマの後を追って訓練をしています。こうして、元飼い主の飼育放棄を受け、ハゲワシの集団に囲まれて、生きることを諦めかけていたリロ。たくさんの人の優しさを通じて、素敵な家族と巡り会えて、本当に良かったです。ハゲワシの集団に囲まれていたリロの写真は、とても恐ろしいものでしたが、キーナさんにとって、この写真を見て、リロを引き取りたいと決心したそうです。この写真がなかったら、リロを引き取る機会はなかったかもしれません。悲しい過去を抱え、怖い思いもしたリロですが、素敵な家族のもとで、これまでの時間を吹き飛ばすくらい、幸せな毎日を送ってほしいですね。犬は命ある生き物です。ペットはおもちゃではありません。動物を飼うことは、その命を預かるということです。責任持って世話ができないならば、動物を飼う資格はないと思います。一度飼うと決めたなら、最後まで責任持って世話をして、幸せな犬生を送れるように見守ってあげてほしいと切に願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。